エスフロスト公国と同盟を結ぶため、セレノアはグリンブルク王としてグスタドルフに会談を申し込む。密書を受け取ったグスタドルフは承諾し、ホワイトホルム城に自ら出向くと返答した。しかしこの戦乱の発端は、グスタドルフがノゼリア新鉱山の岩塩鉱床独占を図ったことにあり、現在岩塩鉱床はセレノアが抑えている。両者の直接会談は一触即発の危険をはらんでいた。どういうことですか、ベネディクト殿。言った通りだ。グリンブルク王国はノゼリア商会との一切の取引を停止する。関係者は即日国内から立ち去るように。残った商会の資産は王国が没収する。むちゃくちゃだ。ハイサンドに続いて商会とも手を切るなんて。これからどうやって塩を手に入れるつもりですか。いらぬ心配だ。どうやら事実のようですね。グリンブルクが地の底から取れる岩塩とやらを手に入れたという噂は。商会には関係のないことだ。大戦後の盟約に基づき、中立の立場で塩の流通を取り仕切ってきた我々の努力を何と思いか。煙鉄大戦以来の貢献についてはご苦労だった。だがセレノア様が治めるグリンブルクにノゼリア商会は必要ない。そんな勝手、ハイサンドが決して許しませんぞ。ではハイサンドに泣きつけばよかろう。商会とは甘い汁を吸い合う中、中立などとよく言えたものだ。わかりました。ウォルホート家は本気で商会を排除するのですね。ならばおっしゃる通りハイサンドに参りましょう。あなた方の暴挙を報告させていただく。挑発してよかったのですか。クラルスは裏社会にも通じています。我々の邪魔をするために暗躍する可能性が。それが狙いだ。ハイサンドの結束を乱すためにあえて動かした。何より来たるべきノゼリアには塩の流通を牛耳る商会は不要なのだ。来たるべきノゼリア。セレノア様が治める世界だ。それを実現するための策は立てた。そのためにはまずグスタドルフとの会談を絶対に成功させなければならない。報告します。グスタドルフ総帥を乗せた軍船が間もなく到着します。分かった。会談の成否はセレノア様のご決断にかかっている。今からセレノア様と二人きりで話す。誰も近づけるな。グスタドルフ総帥は間もなく到着とのことです。分かった。この会談の成否で我々の未来が決まるだろう。塩に宿る力を読んでおられたのですか。ドラゴン殿が亡くなる直前にくれた塩に関する研究書だ。グスタドルフ総帥を説得する手がかりがあるのではないかと思ってな。私はこの書を読んで知った。塩には様々な用途と可能性があるのだと。はい。単に食するだけのものではありません。我々は岩塩交渉を抑えています。岩塩の存在が交渉の切り札となりましょう。だが相手はあのグスタドルフ。恫喝や圧力を加えれば牙を向いてくるだろう。かといって下手に出ればエスフロストが掲げる自由の名のもとに飲み込まれてしまうはず。どう対すべきだと思うか。答える前に一つ確認させてください。
セレノア様は岩塩の独占を望まれますか？私は岩塩の独占は望まない。独占による支配を目指せばハイサンドと同じになる。ハイサンドの支配を変えようとしているグスタドルフが認めるはずもない。かといってあの男に岩塩を渡せば我々はただ利用されるだけでしょう。もちろんそれもしない。鍵は塩に宿る力だ。岩塩を使ってグスタドルフ以上に自由で豊かなノゼリアを築く。そう示すことができればグスタドルフを従わせることができるはずだ。おっしゃる通りです。やはりあなたはノゼリアの頂点に立つべきお方だ。お考えに沿った策があります。セレノア様、グスタドルフ総帥との交渉、私に任せていただけませんか？うん。わかった。お前に一任する。絶対にグスタドルフから協力を引き出せ。はっ、必ずや。面白いものだ。以前この場で私に下ることを拒否した婿殿がグリンブルク王として同盟を求めてくるとは。私もあの時は思いもしなかった。岩塩交渉を見つけたドラガン殿をあなたが殺すよう命じていたなんて。謝る必要があるか？主を追って玉座についた貴公に。いいえ、話し合いたいのは過去ではなく未来についてです。あなたも分かっているはず。ハイサンドを倒すには我々が手を組む必要があると。七聖人でもある貴公がハイサンドを倒す。信じてよいのか？塩によるハイサンドの支配は壊さねばならない。そのために友とも決別した。なるほど。ハイサンド打倒に異論はない。では交渉を始めましょう。進化ごときが出しゃばるな。私はセレノア殿と話しに来たのだ。ベネディクトには全権を預けている。その者の発言は私の意図を持っていただきたい。たかは家臣に操られて飛んだだけか。そこまで言うならいいだろう。最初にはっきりさせておく。同盟を結びたければ岩塩交渉を渡せ。あれはエスプロストが先に見つけたものだ。それはできません。話にならんな。お聞かせください、総帥。あなたは手に入れた塩をどう扱うおつもりか？塩は人が生きるために欠かせぬものだ。だがノゼリアではハイサンドと商会が独占し、高い税をかけて塩の入手を阻んでいる。私はハイサンドを倒し、商会も円税も廃する。すべての民に自由な商売を認めよう。塩を欲する者には私が許可を与え、適切に分配する。それはあなただけが塩を自由に扱うということ。結局ハイサンドと同じです。奴らのように利を貪りはしない。すべての民が私のもとで塩と自由を得るのだ。これ以上の未来はあるまい。いいえ、あります。我々はあらゆる塩を民に解放するつもりです。誰もが望むだけの塩を安価に入手できる仕組みを作り上げます。塩を民の手に委ねるというのか？一体何のために？塩が世を変える大きな可能性を秘めているからです。例えば
保存の利く塩漬け食料が大量に作れるようになれば、物や人の交流は今よりずっと盛んになるでしょう。革の加工やガラス作りなどにも役立つ、より良い品、新しい品も生み出せるはずだ。家畜に与える使い方もあれば、さまざまな薬の材料にもなる。爆裂丸のようなものすらできます。